バーケンです。ボートの解体の続編です。解体前はこの状態でしたが、前回4時間ほどの作業でこの状態になりました。しかし時間切れでこの日は作業はここで終わりました。今回の動画はここからスタートです。前回は船が表を向いていますが、今回は裏返しになっています。その説明をするので、この画像をご覧ください。父が突然死し、どうやらゴミだらけの土地があると分かった時の映像です。映像に残っているコンテナの解体は私の力ではどうにもできないので、土建屋さんに依頼しました。コンテナは全部で5個ありました。土建屋さんが同じ土地で工事中で、パワーショベルが同じ敷地にあるので、船を裏返してもらったんです。ついでにお気に入りの画像も公開。この時は絶望しかありませんでした。小雨ですが雨天決行です。石川県から 400km、はるばる新潟県にやってきて、日帰りなのでやるしかないんです。通販で買ったばかりの緑色の発電機が映っていますが、およそ4万5千円でした。父の土地の片付けには父の遺産からお金を出しています。すでに残りのお金はほとんどなくなってしまい、業者を雇うことができないのですが、工具を買うくらいのお金は残ってはいます。今回はレシプロ層も持ってきました。前回ディスクグラインダーの刃が届かなくて効率が悪かったので、レシプロ層も準備しました。レシプロ層ですが、プラスチック切断用の刃に変えたのですが、予想していたより切れ味が悪く、結局ディスクグラインダーをメインで使うことにはなりました。道具をいろいろ揃えるようになりました。お金あるじゃんっていうコメントがありましたが、お金はないんです。ないけど道具を買うお金はあるんです。人に頼むと道具を買う以上のお金がかかるんです。粉塵が巻き上がるので、息を止めながら作業を、粉が消えてから呼吸するようにしていました。日頃からランニングで体を鍛えているので、息を止めても全然平気です。雨が降っても平気で作業できるのもランニングのおかげだったりします。この日初めての破片をゲット。初めてはいくつになっても嬉しいんです。反対側で見えないのですが、ものすごく嬉しい顔をしていると思います。解体において大事なことは物をよく見ることです。しっかり見てどうすればいいか考えます。発電機なんですが時々止まります。ディスクグラインダーの使い方が下手くそで、回転中に大きな負荷がかかると止まってしまいます。止まった場合、エンジンを切って再起動しないとなりません。なのでエンジンが止まらないように、グラインダーの使い方にも注意が必要です。発電機は新品なのですぐエンジンがかかります。中国製の E 納車の 1.4kVA のものです。価格を考えると非常におすすめです。画面の右奥にゴミがたくさん見えますが、これも私が相続したゴミです。ついでに左側に見える木柱も、これもまた私のゴミです。2個目の破片ゲット。レシプロ層が大活躍。順調に進んでいます。今日は暗くなる前に絶対に解体を終わらせなければなりません。
3個目の破片ゲット。この調子です。キックは解体時に非常に有効です。困ったらキックです。うまく切れないので下から覗きます。正直やや苦戦中で不安になっています。でもよく見るしか方法はありません。誰も助けてくれません。この人は一体何をしたいのでしょうか。押したり引いたりで大忙しです。たくさんジャンプしましたが全然ダメです。バールを持ってきました。バールはいつも大活躍するので大好きな道具です。解体される方は1本持っていて損はないでしょう。これは相続してから購入したものではなくいただき物です。バキッとなったのでいったかと思ったのですが、あと少しまでは来ています。4個目の破片ゲット。なかなか取れんかったぞいや。ちょっと下品かもしれませんが、物を投げ捨てるのは気持ちがいいです。こういう場面なら物を投げ捨てても誰にも迷惑はかからないのでお許しください。発電機にガソリンを補充します。発電機にガソリンを補充することさえない生活でしたが、今ではすっかり慣れっこです。
レシプロスをやっぱりあんまり切れないですね。裏返してもらったボートなのにゴミがもう溜まっています。こういった謎の堆積物も慣れっこです。空気が悪いので念のためうがいをします。お茶ですがお茶でうがいです。ディスクグラインダーなんですが、特に力が必要なわけでも精密な体のさばきが必要なわけでもないです。ゆっくり動かすだけでいいです。最初だけ怖いですが、5分もすると慣れると思います。今回のボートはプラスチック素材なので、大きな振動もなく楽ちんです。一応振動防止の手袋は使っています。長時間使うと振動が体には良くなさそうです。なお金属ですが、薄い金属は振動が弱いですが、厚めの金属は振動が強いです。こんな感じで息を止めて切断し、粉塵がないところで呼吸をします。ディスクグラインダーの刃を金属切断用の刃に交換します。ちょうど船に隠れて交換しているところは見えません。コンセントは刃を変えるときは必ず抜きます。何かの間違いで動作すると手がなくなってしまうと困ります。船の底の部分が金属で補強されています。なので金属用の刃に変えました。プラスチック切断用の刃に再度交換し直します。この部分が真っ二つに折れた時は嬉しかったのを覚えています。映像を見てもにやけているのがわかります。ディスクグラインダーの刃を金属切断用に再度交換します。ディスクグラインダーが2つあればいちいち刃を交換しなくても良いので楽ですが、
さすがにそれは贅沢すぎます。このバキッと折れるのがたまりません。あと少しなのですが、分厚い鉄板で補強されているので、切る場所が難しいです。ボートのエンジンを取り付ける場所なので、強力な補強がされているのだと思われます。
やー、やっと終わりました。面白かった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。